はようございます。無職の TK です。3日間お風呂入っていないので、ちょっとシャワー浴びてきます。おいらにもかつては夢があった。長崎の片田舎から東京に憧れて19の春上京した。就職活動では期待を膨らませ100社以上にエントリーした。面接にも進んだ。けれど内定は一つももらえなかった。気づけば心は静かに崩れていった。そしておいらは社会のレールから静かに外れていった。29歳の時、すべてを投げ出し逃げるようにアメリカへ渡った。今年でアメリカ生活13年。41歳になった今も無職のままだ。この1週間、一歩も外に出ていない。人と話すこともなく、ただ部屋の中で時間が過ぎていく。最後にシャワーを浴びたのは3日前。だけど、たとえ無職でも家族と猫と飯があればそれでいい。本日も社会からこぼれ落ちた男の小さな引きこもり生活をどうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。今日の朝ごはん、サラダとトーストとフルーツ。いただきます。食事の途中だがヘーゼルに呼ばれたので様子を見に行く無職のおっさん。はーい。ヘーゼル、おはよう。今日のヘーゼル。交代で妻がヘーゼルを見てくれている間においらは朝食を済ませる。前回のビデオを見て父親から LINE が来た。奥さん元気かな？病気なら精神科または心療内科を受診してみるのもいい。ニュージャージーに才能を生かせる仕事ないかな。収入を考えないと家族破綻する可能性もあるかも。両親に心配ばかりかけている情けない自分に絶望します。ごちそうさま。妻とヘーゼルが眠ってしまったようだ。もし妻がストップしてしまったらうちら家族は破綻してしまう。おいらは食後のコーヒーを入れる。コーヒーを飲みながら日本の雑誌を読むこの時間がおいらの一番お気に入りの時間。雑誌の写真を見ている間だけ無職である現実や将来への不安を忘れることができるのだ。ヘーゼルが社会で活躍する2045年、正社員にはならなくていいから自分でお金を作る力を身につけてほしい。それが無職のパパとの約束だ。無職のパパがゴミ箱を間違えた。洗濯物をしていく。
洗濯物が回っている間にヘーゼルのタミータイムだ。こうやって体をひっくり返してうつ伏せの世界に慣れさせるのだ。タミータイム頑張ってください。強くなりましたね。頑張れ。頑張れ。頑張ってください。どんなに頭が重くても立ってください。こっちに来てください。お願いします。おならよく出るね。おならを隠したね、今。頑張れ。もうそろそろ限界ですか？限界です。お疲れ様です。こっから忘れちゃったな。お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様です。エイジェちゃん、エイジェちゃん。おいらはミルクの準備をします。妻は疲れて寝ちゃっているので、もうすぐしたらヘーゼルにミルクやって、起きたらおいらはうつ治療センターに行こうと思います。ヘーゼルにミルクをやる。おいしい？おいしい？ミルクはおいしいですか？ミルクを飲んだ後はゲップさせる。この後ヘーゼルの初笑いを偶然にもカメラは捉えた。ヘーゼルが笑った。見逃した人のためにもう一度。たくさん笑ったら眠ってしまった。ベッドに置く瞬間が一番緊張する。二人とも寝てしまったので、おいらはうつ治療センターへ向かう。一日中家に引きこもって体を動かすのはこのうつ治療センターだけ。果たしてこれで10年後のおいらは健康を維持できるのだろうか。帰りに食材が届いたので受け取りに行く。
ウィーデリバリーが届いた。ニュージャージーに引っ越してきて、食材はほとんどデリバリーに頼るようになった。妻がお昼ご飯を作っていく。玉ねぎをカットする。そうめんを茹でる。ネギカッターでネギを切る。醤油、お酢、シロップ、一味を入れてよく混ぜる。トッピングのお肉を焼く。茹で上がったそうめんを入れてトッピングをのせる。そこにスープを注いだら完成だ。今日のお昼ご飯はあったかいそうめん。いただきます。これお肉入ってる。あんま日本じゃあったかいそうめんないから。ごちそうさま。これからWiiで買ったものを見ていく。興味のない方は3分後にスキップしてね。はーい。じゃあデリバリー開けていきたいと思います。とりあえずどういうの買ったか、妻がどういうの買ったか見ていきましょう。何やこれ。栗、フィッシュソース、もやし、かいわれ大根、きんぴらごぼう。あんま日本食べないけど韓国の葉っぱ。いつもこれ買ってるけど使い切ってる。ニンニク。戻った。さきイカの生のやつ。これもなんか お惣菜。これは黒豆、青ガッパ、トッポギのお餅。これほうれん草のキムチ。これ餅スープの餅。日本であんま見ないね。黒豆、豆乳、アイスパン。このシリーズね。パンやね、パンのイカ、冷凍のイカ。これ結構俺好きだけど結構カロリーあるから。お餅、さつまいものお餅、キンパのおにぎりの形のキンパ、カニカマ、明太子ペーストのやつ、吉野家の牛丼、ソフトケーキ、1日食べるサバ、なんかよく見るやつだ。プリン、サーモンのサクとツナのサク、エビ、冷凍のエビ、梨のジュース、味付き卵、ビーフフレーバーフォースープベース、チリパウダーと麺、白菜、セロリ、きゅうり、唐辛子、大根、人参、玉ねぎと生姜割り。無職のおっさんが乾いた洗濯物を取り込んでいく。ハンカチ一枚一枚にアイロンをかける。アイロンがけが済んだら掃除機をかける。主婦のデイリールーティンをこんな時間に始めてしまった。猫たちにおやつをやる。待て。
気持ちよく寝ているヘーゼルをママとお揃いのパジャマに着替えてお風呂上がりにミルクを飲む。その間にオイラはシャワーを浴びた。妻が夜ご飯を作っていく。今夜は手巻き寿司だ。手巻き寿司のネタを準備する。きゅうり、カニカマ、かいわれ大根。手巻き寿司もシャリが命。韓国人の妻が酢飯を作る。マンハッタンに住んでいた時に寿司も作ったことがあるので慣れたもんだ。アメリカでもなんとか手に入るツナとサーモンを用意する。手巻き寿司のネタが出揃った。今日の夜ご飯は手巻き寿司。いただきます。乾杯。手巻き寿司。俺もよく覚えてない。あ、久しぶりだ。はい、手巻き寿司。いただきます。おいしい？今週も TK ズからのコメントを読んでいく。はじめまして。いつも楽しく拝見しております。質問なのですが、たまに家族や日本が恋しくなって帰ってきたりはしているんでしょうか。今までの動画で帰ってきている感じがないので、少し気になっていました。例のウイルスの時にいろいろあって、気づいたら10年日本に帰っていません。両親のことはすべて妹に任せっぱなし。あと数年以内にはヘーゼルを連れて日本に帰ろうと思う。それまで通知をオンにして待っててね。ごちそうさま、美味しかったっす。無職で引きこもり、気づいたら41歳の中年だ。大好きな両親にも10年会えていない。将来のことを考えると不安しか残らない。絶望します。どういう意味や。ベッドで寝ろよ。不意打ちでの千年殺し、不安が吹っ飛んだ。本日もご視聴ありがとうございました。手巻き寿司動画はいかがでしたか？ここまで見てくれたあなたは間違いなく TK ズ。毎週月曜日と金曜日が待ち遠しいだろう。おやすみなさい。次回の無職の TK は韓国人妻初めてのキムチ作りに挑戦。願い事が無職の TK グッズ好評発売中。そして今プレミアメンバーに入会いただくと無職の TK シールプレゼント中。欲しい